ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、ディズニーランドのスター・ウォーズに関する話題についてよ。現在、ディズニーランドのスター・ウォーズ・ギャラクシーズ・エッジというエリアで公開された新しいキャラクターのプロモーションに対してネット上で大きな論争が巻き起こっているんだよ。ほうほう。夢の国でまたなんかやらかしたん？スター・ウォーズって熱狂的なファンが多いけん、ちょっとでも手抜きしたらすぐバレるばい。そうなの。期待が大きかった分、落胆も大きかったみたいなんだよ。今日はディズニーのギャラクシーズエッジにおけるオリジナル3部作キャラクターの登場、そして公開された画像に対するネット上の批判や嘲笑の理由について徹底的に解説していくよ。なるほどね。夢の国がどうやってファンの夢をぶち壊したのかしっかり聞かせてもらうばい。それで具体的に何があったと？事の発端は4月29日だったの。ディズニーランドのギャラクシーズエッジにあるスター・ウォーズアトラクションがタイムラインを拡大するという発表があったんだよ。タイムラインを拡大？それってどういうことなん？簡単に言うと、これまでそのエリアにいなかったオリジナル3部作のキャラクターも登場するようになったということなの。なんと、ハンソロ、ルーク・スカイウォーカー、レイア姫、ダース・ベイダー、そしてチューバッカまでもがパーク内を歩き回るようになるという最初の発表があったんだよ。おお、それはすごいね。昔からのスター・ウォーズファンからしたら涙が出るくらい嬉しいニュースやん。まさにその通りだよ。この発表は長年のファンから大きな興奮を持って迎えられたの。理論的に考えれば映画史に残る象徴的なキャラクターたちと家族で思い出に残るひとときを過ごす絶好の機会となるはずなんだよ。理論的にはって言い方が引っかかるね。あんた、絶対その後に、でも現実は違ったって続ける気満々やろ。葵、鋭いね。実はアイコン的存在の難点は一目でそれとわかるほど有名であると同時にファンから綿密に吟味されてしまう点にあるの。ディズニーは期待感を高めるためにこれらのキャラクターを演じるキャストを紹介する写真や動画を公開したんだよ。自らハードルを上げていったわけやね。で、その写真や動画を見たファンの反応はどうやったと？それがね、これらの画像は普遍的な熱狂を生み出すどころか、すぐにネット上で多くのコメントが寄せられたの。しかも、その多くは批判や嘲笑に傾いていたんだよ。うわぁ、やっぱりそうなるんやね。熱狂的なファン相手に中途半端なもん見せたら、そりゃ火だるまになるばい。具体的にどんな批判があったと？例えばね、伝統的な衣装を身にまとった伝説の3人組、つまり、ルーク、レイヤー、ハンソロが惑星バトゥーというスターウォーズの舞台のような場所で初めて姿を現した時の写真に対して、これはひどすぎるよ、という声が上がったの。ひどすぎるって、よっぽどやね。コスプレ大会の参加者みたいやったってこと？別のユーザーは、パークに登場したハンソロとチューバッカの姿を、オリジナル版、スターウォーズの宣伝用画像と並べて比較したの。その評価はすごく簡潔で、ダメだ、の一言だったんだよ。ダメだって、もう、反論の余地も与えんくらい、バッサリ切り捨てられとるやん。ウケる。他にも何かあったと？チームハン、ルーク、レイヤーと、呆れたように書き込んだ別のユーザーもいたのよ。ただの仮想グループにしか見えなかったみたいなんだよ。なるほどね。でもさ、テーマパークのキャストなんやから、ハリウッドのトップ俳優に完全に似せるのなんて無理があるやん。ファンも、そこら辺は分かっとるっちゃないと？そこなの。葵の言う通り、出演者たちが俳優に似せるには限界があるのはみんな分かっているの。でも、多くのネットユーザーは、出演者たちの仕草がスクリーンに映し出されたキャラクター像とはかけ離れていると指摘しているんだよ。顔が似てないのは100歩譲って許せるけど、動きや態度がキャラ崩壊しとるってことね。それは、ファンからしたら一番冷めるやつばい。ある投稿にはこう書かれていたの。俳優に似せる必要はないのは分かっている。しかし、このプロモーションで見られる仕草や態度は、キャラクター像とは全くかけ離れている。ディズニーよ、映画をもう一度見直せ、ってね。映画をもう一度見直せ、で、天下のディズニーに向かって説教しとるやん。でも、ファンからしたら、それくらいキャラへの愛が深いってことやね。適当な仕事しとったら、すぐに見抜かれるばい。本当にその通りだね。で、ここで、みんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。あんたたち、ここまで聞いて面白いと思ったら、今すぐ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価をポチッと押すばい。うちのチャンネル、いつも忖度なしでズバズバ言っとるけん。登録しといて損はないばい。それじゃあ、続きを話していくね。
ディズニーは長年にわたりテーマパークで没入感のある体験を提供することに尽力してきた企業なの。それはそうやね。一歩入ったら現実を忘れさせてくれるのがディズニーの魔法ってもんやろ。でも、テーマパークの運営方法を知っていると完全に現実を忘れることが難しくなる場合もあるのよ。どういうこと？裏側が見えすいて冷めちゃうってこと？そうなの。レイア姫の動画にコメントしたあるユーザーはこんな風に書き込んだんだよ。彼女はきっととても有能なキャストメンバーだと思うけど、まるで白雪姫の衣装から引きずり出されて、さあ、今度はレイア姫だと言われたみたいじゃない？でね、ブハ。白雪姫の使い回しってこと？ブラック企業張りの配置転換やね。今日から君、レイア姫ね、って言われて、お姫様スマイルのまま、宇宙戦争のヒロインやらされとる感が滲み出とるってことか。そりゃファンも、ってなるばい。ディズニーのお姫様らしい振る舞いが抜けきっていないように見えたのかもしれないね。ギャラクシーズエッジのオリジナル3部作のキャラクターデザインに対する率直な称賛はごくわずかだったの。でも、中には、ある程度の楽観的な意見も見られるんだよ。へえ、こんなにボロクソ言われとるのに、擁護する優しいファンもおると？あるユーザーはこう書き込んでいたの。ハンとレイヤはディズニーのお姫様風に過剰に美化されたキャラクターに見えるけど、まだ始まったばかりだからね、って。過剰に美化された、で、結局ちょっとディスっとるやん。さらに、そのユーザーは、時間が経てば、衣装やウィッグも、スミッフィーのコスチュームみたいじゃなくなると思うよ。もう少し様子を見てみようと、続けているの。ちょっと待って、スミッフィーのコスチュームってなんなん？スミッフィーっていうのは、パーティー用の仮装や安価なコスチュームを取り扱う有名なブランドのことで、つまり、今はまだ安っぽい仮装に見えるけど、そのうち改善されるだろうっていう期待を込めた意見なんだよ。なるほどね。今はドンキで買ってきたみたいな服やけど、そのうちディズニー本気出すやろってことね。優しいんか厳しいんかわからん意見ばい。他にもね、ギャラクシーズエッジにオリジナル3部作のキャラクターが登場することを単純に喜んでいる人もいるの。確かに役柄にぴったりの俳優ではないかもしれないけど、オリジナル3部作のキャラクターが使われるのは大歓迎だから十分満足だよという声もあるんだよ。まあ、今までおらんかったキャラに会えるだけでも嬉しいっていう純粋なファンもおるってことやね。最終的にギャラクシーズエッジがオリジナル3部作の世界観を拡張した最初の映像は人々の関心を引きつける上で重要な役割を果たしているの。炎上商法みたいになっとるけど話題になっとるのは間違いないけんね。オンライン上の画像や動画に反応するのは容易だけど、それらは本来の体験のごく一部しか捉えていないのよ。真の試練はディズニーランドの現場で訪れることになるんだよ。どういうこと？ネットで文句言っとる奴らも実際行ったら手のひら返すかもしれんってこと？そういうこと。現場では文脈、パフォーマンス、そして実際に体験する人との交流があるの。それらが宣伝資料よりもはるかに人々の認識を左右するからなんだよ。確かに目の前でハンソロに話しかけられたり、ダース・ベイダーに迫られたりしたら、写真のちょっとした違和感なんて吹っ飛んで没入してしまうかもしれんね。その通りだよ。こうした描写が没入感を高めるのか、それともおそらく嘲笑の的となるのかはともかく、この拡張パックの成功は最終的にスクリーンショットの数で測られるものではないの。じゃあ、なんで測られると？それはね、惑星バトゥーを実際に歩き回るゲストの生の声によって測られることになるんだよ。なるほどね。ネットでどれだけ叩かれようが、実際に行った人たちが最高やったって言えばディズニーの勝ちってことやね。逆に、現場でも、やっぱ白雪姫やんけって言われたら、ほんまに終わりばい。そういうことだよ。これから現場からどんな感想が出てくるのか、引き続き注目していく必要があるね。夢の国が本領発揮して、アンチを黙らせるパフォーマンスを見せてくれることを期待しとくばい。ということで、今日はディズニーのギャラクシーズエッジにおけるスターウォーズの新キャラクター登場と、それに対するネットの賛否両論という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。